はいどうも、村瀬です。今日はですね、またカメラの話をさせていただきたいんですけど、タイトルにもある通りですね、ソニーからこの7月の28日に発売予定の α6700 についてお話ししていきたいと思っております。先日ですね、この XS20 のですね、動画を上げさせてもらってたんですけど、そんな中でコメントでですね、6700との比較してみて、どっち買いますかっていう質問をいただきまして、確かに同じぐらいの時期に出てるし、価格帯もまあまあ似てるというか、スペック帯が結構似てるカメラではあるので、この2機種をね、比較検討される方も結構いらっしゃるのかなと思いまして、ちょっと自分の見解というかね、スペックの比較みたいなところをさせていただきながら、どういった人が XS20 ないしは α6700 向いてるかっていうところも踏まえて、ちょっとお話ししていければなと思っております。でね、まず、ちょっと自分がもしね、今のタイミングでカメラを全く持っていなくて、α6700 と XS20 どっち買うかなっていうところ考えてみたんですよ、フラットに。先に結論言うと自分はね、やっぱり富士フイルムの XS20 を買ってると思います。で、これはいくつかね、理由があるんですけど、個人的な理由としてはですね、持ってみた感じのフィーリングの部分になっちゃいます。自分が富士フイルムデビューしたのが XS20 の前の機種になるんですけど、その時にも α の6600とか、あと ZV-10 とかね、ソニーのミラーレス一眼もちゃんと触って検討してまして、当時 XS10 なんですけど、の持ってみた感じのフィーリングがすごくしっくりきたというかですね。で、そのしっくりきたっていうのが何かっていうと、例えばですね、もう見た目のデザイン的な話だったりとか、あとグリップ、持ってみた時の持ちやすさ、あとはシャッターのフィーリング、シャッターを押した時の戻ってくる感覚だったりとか、あとは操作面とかですね、ダイヤルの操作とかのボタン配置だったりとか、そういったところをもろもろ含めて、なんかね、やっぱり、このカメラなんか撮りやすいなっていうのがね、絶対あると思うんですよ。手に持ってみた時にしっくりこないカメラって、多分ね、あんまり相性良くないというか、その人にとって相性のいいカメラっていうのは多分あると思っていて、なんか撮りやすいな、なんかいいなっていう感覚が絶対あると思いますので、その感覚はね、すごく大事にした方がいいんじゃないかなと、個人的には思っております。本当にカメラって、その人の受け取り方次第で、かなり印象変わってくるんで、一回ね、店頭で触ってみていただいた方が、確実にいいとは思います。ただそんなこと言ったって、身も蓋もないというか、この比較動画の趣旨からちょっと外れちゃうので、本音を言うと触ってみて、もう感覚でね、こっちのがいいなと思うものを選んでもらいたいんですけど、こっからはですね、そういったところも一旦抜きにしてお話ししていきたいんですけど、α6700 向いている方というか、そのおすすめできる方っていうのが、ソニーの E マウント。この E マウントにこだわりのある方、将来的にソニーのフルサイズ機とかにもステップアップしていくことを検討されている方でしたりとか、あとは 4K120p が絶対に必要だっていう方、がっつり動画をやっていきたいよっていう人に関しては、ソニーの α6700 めちゃめちゃおすすめだと思います。で、逆にですよ、写真も動画もそこそこ手軽に撮れればいいな、綺麗な画質でっていう方に関しては、あとはちょっとした YouTube とかの撮影、SNS で気軽に動画や写真を上げていきたい。そういったライトユーザーに関してはですね、XS20 の方がおすすめなんじゃないかなと思っております。個人的に思った印象はそんな感じです。正直言うとですよ、XS20 に関してもオーバースペックではあると思うんですよ。正直この今、XS20 と、あとこの α6700 をね、検討されている方って、なんかその映像の仕事をしていきたいっていう人って、かなり一握りなんじゃないかなと思っていて、そうなった時に、ただでさえ XS20 もオーバースペックではあるんですけど、α6700 はさらにちょっと尖っているという印象でして、写真も動画も撮れるハイスペックな1台っていうのは XS20 と変わらないんですけれども、大半の人がオーバースペックになっちゃうんじゃないかなっていう印象が若干強いです。XS20 でもオーバースペックなんですけどね、6K で撮ることなんてほぼないですからね。SNS とかで上げるんだったら結構フル HD の画質とかの方がむしろ扱いやすかったりとかもするんで、
印象としてはありますね。たださっきも言った通り、ソニーに対しての軒並みならぬ思い入れがあると。自分の作品にはこういった 4K のスローモーションが、必要不可欠だ。なのであれば、6700がドンピシャで刺さると思います。それぞれの機種に関してのスペックに関するお話とか、この動画でちょっとお話できたらなと思っているので、ここからはね、よりね、この2機種の比較という面にフォーカスを当ててお話ししていこうと思います。で、まず1つ目がですね、外見デザイン面のところの話ですね。それぞれの特徴というか違いの部分をお話ししていこうと思います。結構似通ってるって話もしたんですけど、例えば重さとかはですね、XS20 が 491g に対して、α6700 が 493g ということで、ほぼほぼ重さが一緒なんですよね。コンパクトっていうところで結構共通点がありまして、見た目的なところに関してはね、ちょっと6700の方は実機を触れられてるわけじゃないので、ホームページ上のね、画像の方で比較をしていきたいんですけど、最大の違いはやっぱりこのファインダーの部分ですよね。α6700 に関しては、ファインダーがここの左上の部分にですね、ついておりまして、XS20 はこのレンズから見て中心、もう同じ軸上にファインダーがあるのに対して、α6700 はレンズから若干ね、左側にファインダーがあるというような違いがございます。このファインダーの位置に関しては、やっぱりね、レンズと同じ軸上にあると、見た通りね、構図とかも決めやすい、撮りやすいっていうようなメリットがありまして、こっちの方が好きですよっていう方が比較的多いんじゃないかなと思います。ただ、左上にファインダーがあることが悪いことかと言われたら全然そうじゃなくて、最初からね、そちらに慣れてしまえば全然問題なく撮れると思いますし、左上にあることによってより撮りやすいよっていう思う方もいらっしゃると思うのでね、そこは別にデメリットっていうわけじゃないんで、一つの違いとしてね、見ていただければと思いますが、そういったような違いがあります。あと、ダイヤル面に関してね、ちょっと違ったりしますね。α6700 に関しては、操作ダイヤルが右手側にね、かなり寄ってまして、背面のね、この XS20 は、ジョイスティックだけになるんですけど、しっかりとくるくる回せるね、ダイヤルがついているとか、4時方向のダイヤルがついていて、ボタン数はね、かなり豊富にあるかなという印象です。よりね、この片手で操作できるっていう面では、α6700 の方が、そういったダイヤル面のところは使いやすくなってるかなというような印象です。最初からね、この再生ボタンも右手側にね、用意されていますし、あとこの6700からね、前面のダイヤルが、グリップの前の方にあるダイヤルもついたというところで、よりですね、片手での操作っていうところがしやすくなってる、そんな操作画面になってるかなと思います。あとはね、SD のスロットは UHS-2 に対応したシングルスロットっていうところは XS20 と一緒ですし、あとバリアングルモニターっていうところも一緒ですね。で、端子類も USB Type-C とマイクロ HDMI っていうところも同じですね。XS20 の方には内蔵フラッシュがついておりますが、α6700 の方にはそういったフラッシュはついていないという感じになりますね。で、外見に関してはこんな感じでして、あとはね、スペック面の部分でもちょっと比較をしていきたいなと思っております。ホームページで公開されている内容の比較になるので、細かいところを全部話していっても皆さんと同じ情報を見れるんでね、あんまり意味ないと思いますので、かいつまんでね、それぞれのいいところ、メリットみたいなところをね、ピックアップしてお話しできればなと思っております。有効画素数はね、ほぼ一緒なんですよ。2700万画素と2600万画素っていうところで、ほぼほぼね、同じ画素数なんですけれども、まずね、写真撮影の部分で大きな違いなんですけど、シャッタースピードの設定がそれぞれ違いがあります。これはですね、写真撮る時の露出の設定の一つなんですけれども、カメラのね、写真撮影とかって ISO 感度と、あと絞り値、F 値っていうのと、あとシャッタースピード。この3つの露出の設定を使って適正な露出、光の量をね、決めて撮るっていうのが一般的な撮影方法なんですけど、
このシャッタースピード、何千分の1秒みたいなね、そういった速度がちょっと違いがありまして、α6700 はシャッター方式、ちゃんとメカシャッターもね、搭載されていますし、あと電子シャッターもね、それぞれ対応しているんですけれども、シャッタースピードに関しては、富士フイルムの XS20 の方がかなりね、速くすることができまして、α6700 がメガシャッター時が4000分の1秒、電子シャッターで8000分の1秒が最大なのに対して、最大というか最小っていうのかな、一番速い数値に対して、富士フイルム XS20 に関しては、メカシャッターは4000分の1秒で変わらないんですけど、電子シャッターがですね、32000分の1秒まで設定することができます。これはかなりね、結構な数字の差として出てきてるかなと思います。シャッタースピードを遅くする、いわゆるシャッターを下ろす速度をね、さらに遅くして、より光を取り込むっていう撮影の方法もあったりするんですけど、α6700 が最大がね、電子シャッターでも30秒っていうのが最大の長さになるんですけれども、それに対して富士フイルム XS20 に関しては、モードとかにもよったりするんですけど、最長ね60分のシャッターを開けておくこともできたりするんですよね。かなりですね、設定できる幅がありまして、そういった面ではよりね、写真に特化した機種になっているのかなというような印象です。F1.4 とかのレンズとかを使ったりするんで、開放で撮りたいってなった時に、ND フィルター、いわゆるレンズのサングラスみたいなのをつけずに撮ろうと思うと、シャッタースピードをね、かなり速くしないと、かなり白飛びしちゃうんですよね。そうなるときに8000分の1秒で足りるかって言われたら、足りることのが多いんですけど、たまに足りなくなるというか、光が強い時とかには、開放で撮れなかったりするので、そういった時に、こういった設定の幅があるっていうのは、めちゃめちゃ便利なのかなと思っております。で、あと動画についてのスペックの比較なんですけど、まずね、6K で撮れるっていうところに関しては、XS20 も α6700 も同じスペックになっておりますが、4K での撮影の部分にちょっと差がありまして、もともと XS20 に関しては 4K の 60p まで対応できているスペックになっているのに対して、α6700 に関しては 4K の 120p の撮影も可能になっております。いわゆる4倍とか5倍とかのスローモーションにも 4K でね、対応できるっていう点はかなり優れている点なのかなと思います。で、あとはですね、特色的なところでお話しして、ポイントかいつまんでお話ししていくと、手ブレ補正の効果に関しては、XS20 の方が7段の補正が効きますので、より手ブレ補正が効くスペックになっているかなと思います。対して α6700 は、5段っていうところで、物理的なそういった補正効果に関しては劣るんですけれども、ただ、実機をね、触ったわけじゃないんで、一概にはどっちがいいかっていうところは比較できないんですけど、ただ、スペック上の性能でいくと、手ブレ補正に関しては、XS20 の方が強い補正がかけれるというものになります。あとね、撮影体験の中で影響があるかなと思う部分が、液晶モニターについてですね。写真や動画を撮るにあたっては、ファインダー覗いたり、液晶モニターをね、確認しながら撮るっていうのが通常だと思うんですけれども、ここのドット数っていうのかな、液晶の綺麗さとかって結構撮影体験に影響すると思ってまして、α6700 が液晶モニターが104万ドットなんですけれども、XS20 に関しては184万ドットになっておりまして、結構ね、ドット数に違いがあるんですよ。以前 XS10 を使ってた時104万ドットのモニターだったんですけど、それが今184万ドットに変わってめちゃめちゃ綺麗になったなと思っております。で、撮った後に写真をね、モニターでやっぱ一回確認するんですけど、すぐにわかるぐらいね、ここって違いがあったので、よりね、テンション上がるのはどちらかと言われたら、自分は XS20 の方だと思います。ただ、XS20 にはない機能っていうのが結構ですね、α6700 の方にはありまして、超解像ズームっていう機能がありまして、静止画の時には約2倍。で、動画の時には 1.5 倍から約2倍っていうね、例えばですけど、単焦点のレンズとかで、ちょっともう少し寄りたいなとかっていう時にも、この超解像ズームを使えば、物理的なズームをしなくても、画質上でクロップしていきながら画角をね、変えることができるっていう機能でして、
これはですね、かなり便利なんじゃないかなと思っております。この XS20 にはね、ない機能なんで、これはちょっと単純に羨ましいなと思っております。で、あとはですね、オートフレーミング機能っていうのが α6700 の方に搭載されておりまして、AI によってその被写体を認識して、例えば今これね、カメラがこうやって映ってると思うんですけど、これをこんな感じで動かした時に、画角的に自動的にクロップして、その被写体を追従してくれるっていう機能になります。今ちょっとね、編集で疑似的にそういうのをやってますけど、こういう機能がカメラの本体でもう最初から用意されていると。あとそのラットをね、自分の好きなラットをカメラ内に保存しておいて、S ログ、いわゆるログ撮影した時に、もう最初からその色味がモニター上で確認できるっていう機能がついておりまして、動画に関するそういった細かい機能とかは6700の方が充実してるかなというふうに思います。あとはその色味の部分なんですけど、自分はですね、やっぱりこの富士フイルムの色味っていうのがいいなと思って、でフィルムシミュレーションを使いたいなと思って富士フイルムのカメラを選んでいるんですけど、ソニーの方にもですね、クリエイティブルックっていう、そういった色味のプリセットみたいなものとか、あとシネマルックみたいなのを再現できる S シネトーンっていうのがこの6700の方にも入っておりますので、よりね、自分が再現したい色味っていうのがどっちかっていうところにもよるかとは思うんですけど、それぞれすごくね、良い色味のプリセットがあるので、そういった面ではどちらも甲乙つけがたいのかなと思います。あとはですね、やっぱりソニーのオートフォーカスの速さっていうところに関しては定評があるので、そういった面では、正直どっちもね、速いんで困ることはないと思うんですけど、より定評があるのはソニーの方なのかなと思います。で、あとは、防塵防滴機能がですね、6700の方にはついているというところで、XS20 はこの防塵防滴には対応していないので、そういった面では、違いの一つになるのかなと思います。あと、バッテリー性能に関しては、どちらもですね、電池持ちはかなりいい方だなとは思うんですけれども、撮影枚数っていうところで見ると、XS20 のバッテリーの方が、寿命としては長いのかなというような印象です。あとはですね、使うアプリケーションとの連動の話だったりとか、それこそスペック面的なところはかなり細かなね、違いになってくるんで、そこまで詳しくはちょっと今回の動画では話はしないんですけれども、結構こうしてみると、スペック的には似たようなスペックというか、それぞれね、いいところ悪いところというか、デコボコはあるんですけど、今後ね、この2機種で迷う方っていうのは絶対出てくるなと、ちょっとね、比較しながら改めて思いました。なんでね、この動画に関しては、個人的な意見が多々入っているので、一概にどちらが正解かっていうのは、ちょっと明言できないところではあるんですけど、結構ですね、比較検討するにあたっての、材料というか、一つ参考にしてもらえるんじゃないかなと思っておりますので、ちょっとこの話を踏まえた上で、冒頭最初にお伝えした通り、最終的には持ってみた感じ、撮影してみた感じとフィーリングがね、合う合わないかっていうところが一番大事だと思いますので、ぜひですね、店頭に行っていただいて、触ってみていただいて、しっくりくる方を選んでいただくっていうのが、一番ね、いいんじゃないかなと思っております。ぜひですね、高い買い物、そうだ、値段の話もするの忘れてたわ。XS20 に関しては、定価がだいたい20万ぐらいで、店頭価格、実際に発売されている価格としてはだいたい18万ぐらいになります。対し α6700 に関しては、ソニーストアで今ですね、だいたい22万ぐらいって書いてあったかな。21万ちょっとだったと思います。店頭価格になるともうちょっと下がるかもしれないですけど、でもやっぱり20万近くなるというところになりまして、価格面は実は XS20 の方が安く手に入るというものになります。はい。そんな感じかな。ちょっとですね、身も蓋もないこともいろいろ言ってしまいましたし、あと比較に関しては本当にね、好みによってね、だいぶ印象変わる部分だとは思いますので、なかなか一概には言えないというか、正直、もう見てた中で、どっちもいいカメラだなっていうのはすごい思って、自分もちょっと6700触ってみてほしいなってちょっと思ったぐらい、めちゃめちゃいいカメラではあるので、どちらが優れているかっていうところはですね、ちょっとここでは明言できないかなというところはあるんですけど、自分がもしね、またフラットで買うんだったら、おそらく自分は XS20 をもう一回選ぶだろうなっていうのが個人的な感想になります。
今日はですね、こんな感じで、購入のね、一つの参考になればいいかなと思っております。この動画もしですね、参考になったよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。